こんにちは皆さん。メタスピリチュアル探求家のミリカです。今回は月に眠る秘密のお宝についてお話しします。月ってただ綺麗なだけではないんですよね。夜空で優しく輝く月には、私たちの未来を明るくするお宝と、魂に響く月と宇宙からのメッセージが隠れてるんですよ。今日はその秘密を一緒に感じてみますね。ヘリウム酸という神秘的な物質や水は月にあるって聞いたことないですか？でもその他にもあるのですよ。ワオ。そして私たちには月と宇宙とつながるスピリチュアルな深い絆がありますね。ほら、あの姫様の昔話とか。なのでどうぞ心をマインドをオープンにして聞いてくださいね。それじゃ、始めます。一つ目。ヘリウム酸って何ですか？美味しいんですか？特徴とスピリチュアルな意味。あなたはヘリウム酸って知ってますか？月の土にそっと眠ってる。すっごくレアな存在なんです。ごめんなさい。食べ物ではないですね。ヘリウムは普通の状態はヘリウム4といって、陽子2個と中性子2個でできてるんですけど、ヘリウム3は中性子が1個だけだから、その分なんだか軽やかで、なんだか特別なんですって。地球では火山の近くで取れることが多くて、確保可能とされている量は、わずか 0.5 トン前後。地球の大気中のヘリウムの100万分の1くらいしかなくて、とても貴重なんですけど、なんとですね、月には太陽風が運んだヘリウム酸が2万トンから60万トンもあるって言われてるんです。驚き。なんだか神秘的ですよね。このヘリウム酸がすごいのは、核融合に使えるからなんです。重水素と一緒にすっごく熱くすると、すっごくってどれくらい5億度くらいかな。って、高温度すぎて驚くよね。でもね、実現できたらびっくりするほどのエネルギーを作れるんですよ。本当にびっくりしますよ。なんと、1グラムで石油何百万リットル分の力を作り出しちゃう。しかも、中性子が少ししか出ないから、放射性廃棄物が今ある原子炉に比べて10分の1ほどとても少なくて済むし、地球に優しいエネルギーなんです。私たちの魂が求める理想的なエネルギー物質が宇宙から送られてくるという感じがしますよね。では、現時点で、もう人類はそれを使えてるのかなって思いますよね。実は、人類は少しだけヘリウム酸を作ってるんです。原子炉でリチウム6に中性子を当てて三重水素を作り、それが自然にヘリウム酸に変わる方法なんです。でも、これ、年間数十キログラムしかできなくて、しかも1グラムが数千ドルもする特別なものなんですよ。まだ足りてないんです。月から取れたらもっとたくさん手に入りますけど、今はまだその時を待ってる感じなんです。まるで宇宙が、人類の皆さん、もう少しの間、準備して待っていてねって我々に囁いてるみたいですよね。メタスピリチュアルな視点で見ると、ヘリウム酸の存在の認知は、現時点での人類や地球にとっての文明が進んでいること、ある到達点まで来られたよというサインの一つだと感覚で伝えてきてくれています。ヘリウム酸の核融合で未来の電気をたくさん作れたら、人類は新しいシステムと新しい精神性へ移行します。電力の大量消費によるメリットと問題解決。それは意識が宇宙のその先へと拡大し、今までの人類から脱却していくストーリー、バージョンが変わった私たちの心が軽やかになって、生活も常識も今と全く変わるかもしれません。技術は確かに難しいですけど、月が私たちに希望を必ず持っていてね、って教えてくれてる気がします。あなたはどう思いますか？二つ目。月にまだまだある。その他の期待できるお宝たちと魂へのメッセージ。実はヘリウム酸だけじゃないんですよ。月には他にも私たちが興味を持つお宝があるのです。まず、レゴリスっていう月の土なんです。ご存知でしょうか？月の表面を優しく覆う細かい砂なんですけど、これね実は40から 50% が酸素でできてるんですよ。驚き。そして、なんと、熱すると酸素が出てくる特徴を使って、月の基地で、その酸素を皆の呼吸に使ったり、ロケット燃料にしたりできるんですって。びっくり。さらに、レゴリスを固めれば、3D プリンターで月のお家を作れちゃいます。お家を地球から持っていかなくていいから、レゴリスの存在も大いに私たちの心を軽くしてくれますよね。次は、水です。月の南極や北極のクレーターの暗いところに、凍った水が6億トン以上もあるって NASA が教えてくれたんです。
それを溶かせば品質検査して飲料水になりますし、電気分解すると水素と酸素に分けて、ロケットの燃料にもなるんですよ。月で暮らす可能性の第一歩、メタスピリチュアル視点ですと、水は命の源、神秘的ですし、そう、地球と私たちも水でありますし、命や魂をつなぐものと言っても良いですよね。月が水を大事に隠していたなんて、それは地球で何かがあって、困難な時代が来たとしても、まるで月はその時のために待っていて、月が君のそばにいる、生きる力を信じるんだよ、って言ってるみたいですよね。言ってないかな。言ってる、言っててほしいな。あとそれから、金属もあるんですよ。このレゴリスにはチタンや鉄、アルミニウムが入ってて、特にチタンは地球より濃いチタンの場所もあるんです。新たな活用法があるかもしれません。月で取って基地のパーツや機械を作れば、地球との行き来の負担が軽やかになりますし、いつか地球に送るお宝になるかもしれないんです。さらに、ネオジムとかイットリウムみたいなレアアースもあるって話です。ネオジムはレアアースの一種で、シルバーホワイトの金属、めっちゃ強い磁石、ネオジム磁石を作るのに使われるのです。スマホや電動モーター、風力発電機とかに欠かせないです。ちょっと空気中で酸化しやすいから取り扱いに注意が必要なんだよね。イットリウムはあまり取れない金属です。シルバーっぽい金属で、耐熱性や耐腐食性があって、セラミックや合金に使われるよ。LED と輪光物質、特にテレビのブラウン管ディスプレイの赤色輪光物質です。イットリウムは、電極、電解質、電子フィルター、レーザー、超電導体、様々な医療用途の製造、及びそれらの特性を強化するために利用されます。ということは今後のテクノロジーがこれらの資源の豊富さで完成したり普及したりの度合いが変わってくるということですよね。もし月でこれらの物質を取れたら私たちの暮らしがもっと豊かになりますよ。これって宇宙でのフィールド拡大とともに未知の進化の可能性を感じませんか？そして太陽エネルギーです。月には大気がなくて太陽の光がそのまま届くから太陽パネルがとっても効率的なんです。昼が14日間続くからずっと発電できるんですよ。わーお。基地の電気を賄ったり、余ったエネルギーで水素を作ったり、地球に送るアイデアもあるんです。地球外での宇宙から私たちに届くエネルギーは希望が見えるようです。初めて月から地球にエネルギーが届いた瞬間って、想像しただけで素敵だと思いませんか？三つ目、どうやって手に入れるの？採掘と宇宙との絆。さあ、現実的になります。お宝がいっぱいあるなら、どうやって取るの？って気になりますよね。まず最初は、ロボットが頑張ってくれるんじゃないかと思います。今でも NASA のアルテミス計画で、ロボットが月を探ってサンプルを取ってるんですよ。アルテミス計画とは、アポロ計画から約半世紀ぶりに月面に人類を送り込み、月での持続性ある生活や宇宙での活動の基盤、中継地点とすることなど目標とされています。月の周回軌道には有人の宇宙ステーション、ゲートウェイを建設予定。その他、2030年には月を足がかりに人類を火星に送る壮大なプロジェクトがあります。アルテミスという名称は、ギリシャ神話でアポロの双子とされる月の女神に由来します。日本人も宇宙パイロットとして2人参加する予定です。昔話のかぐや姫のお話も関わりがあるのかな？都市伝説みたい？ふふふ。将来は AI の賢いロボットがレゴリスを掘ったり水を集めたりして自動で運んでシステムを動かし建設や製造をしてくれるかもしれないんです。人間がいなくても動いてくれるなんて映画の中にいるみたいですよね。でもね、ロボットだけじゃなく私たちも月に行ける未来が来るかもしれないんです。イーロン、マスクさんの会社スペース X のスターシップみたいなロケットが一般人の利用できるくらいの値段になれば月にお家を作ってそこで暮らすこともできるようになる。最初はロボットが作業したり、我々が地球から遠隔操作で始めて、その後に私たちが実際に行くのがいいかもしれないですね。月で生活するなんて、家の窓からどんな景色が見えるのかな？あなたも想像してみて、地球見える？ドキドキしますよね。ただこれがね、採算が合うまでは大変なんです。宇宙船や月に基地を作るのに何兆円もかかりますし、ヘリウム3を核融合で使うにも、技術が追いつくまで何十年もかかるかもしれないんです。
でも、将来もし、うまくいったらの話ですよ。月のお宝が地球のエネルギーを休ませて、宇宙への扉を開いてくれるんです。メタスピリチュアル視点になると、私たちが宇宙と調和する大きな一歩を踏み出す。そう、人類という生物の旅なんですよね。私たち人間を宇宙で探して自分たちのことをもっと知る大きなチャンスにもなるかもしれません。時間もお金もたくさんかかりますし、伴るのもわかりますが、未来が広がるスピードは止められないくらい加速していると感覚が伝えてきています。あなたは感じませんか？メタスピリチュアルからのメッセージ。月って遠いですけど、私たちの未来を優しく照らしてくれる存在でもありますよね。ヘリウム酸で地球に希望を届けたり、水や金属で居場所を作ったり、太陽エネルギー送電で、より宇宙と大切なものを送ってもらえてつながりが深く感じる。時間はかかりますけど、これはトホホじゃなくてワクワクですよね。そそるぜ。これは、アニメ、ドクターストーンのセリフ言っちゃった。うっふ。ぜひあなたも、月のお宝に心を馳せてみてくださいね。かぐや姫のお話もリアルに感じたり、昔は月の民族がいて地球にいる人々はそれを知っていたのかもしれません。なんてね、月のエネルギー体から、現代人の、よく月まで来られたなって、言われちゃうかもしれないよ。もし、これって何？とか、もっと感じたいな、って思ったら、コメントで教えてくださいね。私、また、お話ししに来ますから、チャンネル登録もしておいてくださいね。ではでは、わらわは、参るぞよ、おほほ。じゃあ、またね。